あなたはどのように変化に適応しますか？生き残るのは最も強い種でもなければ最も賢い種でもない、変化に最も適応する種である。チャールズ・ダーウィン。皆さんこんにちは、こんばんは。今回はチャールズ・ダーウィンの言霊を紹介していきます。この名言はダーウィン自身の言葉ではなく、彼の進化論を象徴的に表現したものとして後世に広まったものです。それでも私たちにとって生き残る力とは何かを考えさせてくれる重要な言葉です。強さや賢さだけではなく、環境の変化に柔軟に適応する力こそが重要だとダーウィンは説きました。ダーウィン自身は進化論を提唱し、自然界における種の多様性と適応について研究した科学者です。彼の進化論は私たち人間の生き方や社会の在り方にも深く結びついています。心に響く言霊コレクションではエネルギーを宿した言葉をご紹介し、皆様のパワーにつながる動画を作っています。ぜひチャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。それではまずチャールズ・ダーウィンのルーツを探るところから始め、言霊が生まれた背景を探っていきます。言霊よ、あなたの心に響け。こんにちは、ハミルです。今日はチャールズ・ダーウィンさんについて詳しく教えてください。彼は進化論で有名だけど、どんな人生を送ってきたんですか？いい質問だね。ダーウィンは1809年、イギリスのシュルーズベリーという町で生まれたんだ。家族には医師や科学者が多く、学問に深く関わる家庭だったよ。科学的な環境で育ったってことは、小さい頃から研究に興味を持っていたんですか？いや、実はダーウィンは子供の頃から熱心な学生ではなかったんだよ。動植物に興味を持っていたけど、学問にはあまり身が入らなくて、父親から何の役にも立たない子だと叱られたこともあったんだ。それ意外です。有名な科学者でも、そんな時代があったんですね。その通り。けれど、ダーウィンには好奇心があって、野外で自然を観察するのが大好きだったんだ。特に昆虫や鳥の生態には深い関心を持っていて、それが彼の好奇心をさらに育てていったんだ。その後、彼はどうやって進化論の考えにたどり着いたんですか？ダーウィンの人生が大きく変わるのは、22歳の時にビーグル号という探査船の航海に参加したことがきっかけだったんだ。探査船に乗るなんて、冒険っぽくてワクワクしますね。その通りだよ。この航海は約5年にわたるもので、南米やガラパゴス諸島を含む世界各地を巡ったんだ。ダーウィンはその間に膨大な動植物の標本を集めたんだよ。ガラパゴス諸島って進化論に関係してるって聞いたことがあります。よく知ってるね。特にガラパゴスのフィンチという鳥が有名だね。各島ごとにフィンチのくちばしの形が異なり、環境によって形が変化していることに気づいたんだ。これが進化論を考える重要なヒントになったんだよ。環境の違いで動物が変わるなんて、自然の力って本当にすごいですね。ダーウィンはその後、進化論をどのようにまとめ上げたんですか？航海から帰ってきた後、ダーウィンは20年以上かけて研究を続けたんだ。そして1859年に種の起源という本を発表したよ。20年以上も研究を続けるなんて、すごい執念ですね。本の内容はどんな感じだったんですか？種の起源では、生物が自然選択によって進化し、環境に適応した個体が生き残ると説明されたんだ。これが名言にもつながる、変化に適応する力が大切という考えなんだよ。でも、その時代にこんな理論を出すのって結構勇気がいりそうですね。その通り。ダーウィンの理論は宗教的な考え方と衝突して批判を受けることもあったんだ。でも彼の研究は徐々に受け入れられて、今では生物学の基礎となっているよ。批判を受けても信念を貫いたダーウィンさん、本当に偉大ですね。私も自分の考えをもっと大事にしたいなって思いました。ダ
ダーウィンさんの変化に最も適応するものが生き残るという言葉には、どんな科学的な背景があるんですか？いい質問だね。この名言の背景にあるのは、ダーウィンが提唱した自然選択の考え方だよ。自然界では、生存競争が常に起こっていて、環境に合った特徴を持つ生物が繁殖して次の世代を作るんだ。つまり、適応するというのは生き延びるための工夫や変化を指すんですね。その通り。例えば、乾燥地帯に生きる植物は水をためるために太い茎を持つことが多いし、寒い地域に住む動物は体温を保つために厚い毛皮を持つことが多いよ。ダーウィンはこうした自然界の観察から、適応力が生存の鍵だと考えたんだ。じゃあ、強さとか賢さよりも環境への対応力が大事だってことなんですね。その通り。ダーウィンの理論は自然界だけの話ではなく、ダーウィンさんが生きていた19世紀ってどんな社会だったんですか？ダーウィンが活躍した19世紀は科学や技術が急速に進歩していた時代だったよ。でも同時に宗教が人々の生活に強く根付いていて、進化論みたいな新しい考え方は大きな議論を引き起こしたんだ。当時は新しい考え方を受け入れるのが難しい時代だったんですね。そうだね。ダーウィンの理論も最初は人間は神によって特別に作られた存在というキリスト教の教えと真っ向から対立したんだ。それでも彼は自分の観察と証拠に基づいて進化論を発表したんだよ。批判を受けても進化論を提唱したダーウィンさんの信念の強さには本当に驚かされますね。そうだね。ダーウィンが直面した批判や困難は彼が自然の真実を追求した結果だったんだ。彼の挑戦は現代の科学の基礎を築き、私たちに自然の真実を考えるきっかけを与えたんだよ。ダーウィンさんの名言って現代の私たちにどんな参考になることがあるんですか？もちろん、現代社会でも変化に適応する力は非常に重要だよ。例えば、技術の進歩や仕事のスタイルの変化、環境問題など、私たちの周りの状況は常に変わり続けているよね。確かに、何か新しいことに対応しないと取り残されそうになりますよね。そうだね。ダーウィンの言葉は自分の持っている強みや知識を変化する環境にどう活かせるかを考えるヒントを与えてくれるんだ。単に強いだけではなく、柔軟に対応し、変化を受け入れる力が求められるんだよ。それって自分の考え方や行動を見直すチャンスにもなる気がします。その通り。ダーウィンの言葉が伝えるのは、変化を恐れず新しい環境を受け入れて成長していこうというメッセージなんだ。適応する力は未来を切り開く力でもあるんだよ。変化をチャンスだと思って自分ももっと柔軟に対応していけるようにしたいです。早速すぐにでもスタートできるように、より具体的な内容でディスカッションさせてください。もちろん、私たちが未来に活かせるテーマをいくつか考えてみたよ。ピンときたものを選んでみてね。環境の変化を受け入れる力、柔軟な思考を持つことの大切さ、チームやコミュニティでの適応力。柔軟な思考を持つことの大切さを考えてみたいです。私たち普段の生活の中で知らず知らずのうちにこうでなきゃとか、いつも通りが一番って考えに縛られていることありませんか？私自身も学校の勉強とか部活でこのやり方しかないと思い込んでいたことが何度もありました。でもそんな時に友達や先生から別の視点を教えてもらって、そういう考え方もあるんだって気づけたことがあったんです。だけど実際には新しいやり方や考え方を試すのってちょっと怖いし、つい自分のやり方に固執しちゃうこともありますよね。変わることって簡単じゃないし、勇気がいります。だからどうすればもっと柔軟に考えられるようになるのか、新しいことにチャレンジするってどうしたらできるのか、そんなことを一緒に考えてみたいなって思っています。
柔軟な思考って一見難しそうに聞こえるかもしれないけれど、実は少し意識を変えるだけで身につけられるものなんだよ。今日は柔軟な思考を持つために大切な3つのポイントを一緒に見ていこう。たった3つでいいんですか？それなら私にもできそうな気がします。ぜひ教えてください。1、他人の視点を取り入れてみる。最初のポイントは他人の視点を取り入れることだよ。ハミルさん、友達と話している時に自分が全然考えていなかった意見を聞いて驚いたことってある？あります。例えばクラスのディスカッションで私がこうやるべきって提案したら、友達がそれもいいけどもっと簡単にできる方法があるよって教えてくれたことがありました。すごく助かりました。その経験はまさに柔軟な思考の第一歩だね。他人の視点を素直に受け入れると自分の考えの幅が広がるんだ。だから話し合いの場や意見交換の機会を大事にしてみて。2、失敗を恐れない。次に大切なのは失敗を恐れないこと。ハミルさん、失敗しそうでためらった経験ってある？あります。でもその後やっぱりやってみればよかったなって後悔することも多いです。そうだよね。失敗って怖いけど、失敗することでしか学べないこともあるんだ。例えばダーウィンの名言の背景にも、観察や仮説がうまくいかなくてもそれを改良して進化論を築き上げたっていう彼の姿勢があるよ。失敗を成長のステップと捉えることで、より柔軟に新しい挑戦に向き合えるようになるはずだよ。なるほど。失敗も学びの一部だと思えば怖がらずに挑戦できそうです。3、固定観念を手放す。最後のポイントは固定観念を手放すことだよ。ハミルさん、これまでにこうしなきゃいけないと思い込んでたことが実はそうじゃなかったって経験はある？あります。部活で先輩が決めたやり方を絶対守らないといけないって思ってたけど、先生にもっと効率のいい方法を試してみたらって言われて変えてみたら、すごくうまくいったんです。それは素晴らしい経験だね。柔軟な思考を持つためには、自分の当たり前を疑い、新しい可能性に目を向けることが大切なんだ。新しい方法や考え方に目を向けることで、自分だけでなく周りの人にも良い影響を与えることができるよ。確かに自分が思い込んでいたことを変えると新しい可能性が広がる気がします。柔軟な思考を持つことは日常の小さな行動から始められるんだ。まずは他人の視点を聞いてみたり、失敗を恐れず挑戦したり、自分の小腕なキャを少しだけ手放してみて、きっと新しい発見や成長につながるはずだよ。今日の話を聞いてもっと柔軟に考えてみようって思いました。これから自分のやり方や考えにとらわれすぎないように意識してみます。見てくださった皆さん、今回のテーマについてどう感じましたか？ぜひコメント欄であなたの考えを聞かせてください。今日はありがとうございました。ここまで動画をご覧いただき本当にありがとうございました。ここでもう一度あなたに問いかけます。あなたはどのように変化に適応しますか？ダーウィンが伝えた生き残るのは変化に最も適応する種であるという言葉は、私たちが日常や未来に向けて成長するための大切なヒントを与えてくれます。変化を恐れず柔軟に考え、新しい挑戦を楽しむ姿勢が私たちの可能性を広げてくれるはずです。心に響く言霊コレクションではエネルギーを宿した言葉をご紹介し、皆様のパワーにつながる動画を作っています。あなたの心に少しでも響いていましたら、ぜひチャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。そしてコメント欄でご紹介した言霊についてやり取りできれば幸いです。それでは良い一日をお過ごしください。次回の動画の言霊もあなたの心に響け。